今では想像できないような仕事が昭和にあったことを覚えているだろうか。あの頃の街角にはサンドイッチマンが通りを歩き、マネキンガールが店頭で華やかさを添え、エレベーターガールが笑顔で案内し、チンドン屋が賑やかな音楽で人々を楽しませる。そんな今はもうない、あの頃の仕事を振り返ってみようと思う。サンドイッチマン。サンドイッチマンとは、当時広告の板を前後に背負って街を歩き回っていた人たちのことだ。彼らはまさに歩く広告塔として様々な商品やサービスを宣伝していた。今となってはその姿を見ることはほとんどなく、懐かしい昭和の風景の一辺となっている。今の世代の人たちなら、それはちょっとよくわかんないのフレーズで有名なお笑い芸人のことだと思うだろう。僕がサンドイッチマンのことを知ったのは祖父からだった。一郎、サンドイッチマンって知っているか？祖父が僕にそう尋ねたのは、僕がまだ小さかった頃のことだ。祖父は昔、学生時代にサンドイッチマンとして働いていたらしい。彼が背負っていたのは地元の映画館の広告板。新作映画のポスターが大きく書かれていて、祖父はその板を背負って街中を歩き回っていた。夏は暑くて冬は寒かったけど、あの頃は楽しかったなといつも目を細めて話してくれた。ある日のこと、祖父がいつものように広告板を背負って街を歩いていると、一人の老婦人が声をかけたそうだ。その映画、私の若い頃に見たのよ。その映画の日、初めて彼と手をつないだのと彼女は言った。祖父はその話を聞きながら、自分はただ広告を背負って歩いているだけじゃない、人々の大切な思い出とつながっているんだと感じた。この話を聞いて、僕はサンドイッチマンという仕事がただの宣伝活動ではなく、人と人との心をつなぐ大切な役割を果たしていたことを知った。マネキンガール。当時は昭和のデパートで洋服やアクセサリーを身につけて静かに立つ女性たちを見かけた。彼女たちはただ立っているだけではなく、その時代の最新のファッションを体現し、来客店に夢と憧れを提供していた。今ではマネキンといえば人ではなく人形を使っているが、当時は彼女たちこそが最先端の職業だった。おばが若い頃、マネキンガールとして働いていたのだが、ある日静かに立っていたところ、突然目の前にいた小さな女の子が驚いて、マネキンさんが動いたと叫んだそうだ。おばは驚いた女の子を落ち着かせようと優しく微笑んだという。その瞬間、女の子の顔がパッと明るくなり、驚きから喜びへと変わったのをおばは今でも鮮明に覚えている。おばによると、マネキンガールとしての仕事はただ立っているだけと思われがちだが、実はとても大変だ。長時間同じ姿勢を保つのには相当な努力が必要だったらしい。しかしその苦労を忘れさせてくれるのは、来店客の子供たちが見せる無邪気な反応やファッションに対する純粋な憧れの眼差しだった。マネキンガールはその時代の美の最先端として昭和を彩る大切な役目を果たしていたのである。エレベーターガール。昭和ではデパートや高級ホテルのエレベーター内で制服を着た女性が乗客を迎え、目的の階まで案内してくれた。彼女たちはただボタンを押すだけでなく、乗客に対して丁寧な挨拶や会話を交わすことでサービスの一環として重要な役割を果たしていた。しかし今では自動化が進み、その姿を見ることは少なくなった。かつては多くの女性にとって憧れの職業の一つでもあったのだ。僕の親戚が若い頃エレベーターガールとして働いていたことがあって、よく話をしてくれたが、あの仕事はただのエレベーター操作以上のものだったといつも目を輝かせていた。ある日のこと、おばが担当するエレベーターにとても緊張した様子の若い男性が乗り込んできた。彼は大切な面接に向かう途中だったようで、手にはしっかりと書類を握りしめていた。大丈夫ですよ、きっとうまくいきますからとおばが励ますように言うと、彼は少し笑顔を見せてありがとうと返事をしたそうだ。その小さな交流が彼にとってどれだけの勇気になったかはわからないが、後日彼がわざわざおばに感謝の手紙をデパートに送ってきた。その手紙には、あの時の一言がとても心強かった、無事に仕事を得ることができたと書かれていた。この話を聞くと、機械化、効率化こそが正義という現代よりも当時の方が豊かな人間関係を作れていたのではないかと思いを馳せるのだ。チンドン屋。チンドン屋とは昭和時代に街角でよく見かけた華やかな衣装を身にまとい、楽器を演奏しながら商店などの宣伝を行う人々のこと。彼らはただの音楽演奏者ではなく、広告塔としてその時代のマーケティング手法の一環として活躍していた。僕の祖父が若かった頃、地元のお祭りでチンドン屋を見たという話をよくしてくれた。彼らの音楽とその姿は本当に目を引いたんだと祖父は言った。特に印象に残っているのは、
あるちんどん屋が子供たちを前にして即興の演奏を始めた瞬間のこと。その場にいた子供たちは最初は恥ずかしそうにしていたものの、やがて音楽に引き込まれて一緒に踊り始めた。祖父はあの時の子供たちの笑顔は今でも忘れられないと話してくれた。それから数年後、祖父は自分の子供たちを連れて同じお祭りに行った時にまたしてもちんどん屋に遭遇したそうだ。その時には祖父も子供たちと同じようにちんどん屋の音楽に魅了されダンスに参加した。この瞬間、祖父は時代が変わっても変わらない子供たちの純粋な心とちんどん屋の持つ普遍的な楽しさを感じたと語った。今でいう野外フェスのような感覚だったのかもしれない。ロバのパンでは動物が公道で商売の手伝いをすることはないが、昭和時代、小さなロバが引く車で新鮮なパンを売り歩く様子は多くの地域で親しまれていた。その光景は朝のひんやりとした空気の中で特に印象的で、子供たちが学校へ行く前に立ち寄っては焼きたてのパンの香りに誘われていた。僕の故郷にもロバのパンおじさんがいた。ある冬の朝、僕は友達と一緒にそのロバの車に駆け寄ったことを覚えている。今日は何のパンがあるかな。そんなワクワクする気持ちでいっぱいだった。おじさんはいつもニコニコとしており、僕たちが選んでいる間ロバを撫でて待っていてくれた。お前たち今日も元気だねと声をかけてくれるのが嬉しかった。ある日、僕がいつものようにパンを買いに行った時、おじさんが今日は特別なパンを焼いたんだよと言ってクリームパンを出してくれた。そのパンはいつもと違ってとてもふわふわで甘いクリームがたっぷり入っていて、初めて食べる味に僕は大喜びだった。おじさんは喜んでもらえて嬉しいよと笑っていた。その日の帰り道、僕はそのクリームパンの味を忘れられなくて、家に帰ってからもその話ばかりしていた。今同じようにクリームパンを食べても同じ味にはならない。思い出こそが最高の甘味なのである。泣きバイ。泣きバイとは昭和時代に見られた独特な販売手法で、安い品物を持って路端で泣きながら身の上話をする役と、その話に同情したふりをして通行人の注意を引き、品物を高く買わせる役の2人1組で行う一種の詐欺のようなものだ。現代もなお桜を使って盛り上がっているかのように見せる手法が効果的であることを考えると、この手の演技販売は廃れないものなのだろう。僕の祖父が若かった頃、街で泣きバイを見かけた話をしてくれた。その日、祖父は市場で買い物をしていたところ、一人の男性が涙ながらに家族のためにと安い食器を売っている姿を目にした。その横で別の男性が、この人は本当に苦労しているんだ、少しでも助けてあげようよと周りの人々に声をかけていた。その結果、多くの通行人がその食器を買い、その場は一時的に賑わいを見せていた。近くまで行ってしまったので、祖父も一つだけならと購入したそうだが、後にその二人が実は組んでいたことを知って驚いたそうだ。詐欺といえば詐欺なのだが、笑い話としてずっと語ることができるという点で安い買い物だったのかもしれない。天皇陛下の写真売り。天皇陛下の写真売りは戦時中や戦後すぐに見られた職業だ。この時期、日本国内では天皇を敬う風潮が強く、多くの家庭や公共の場所で天皇陛下の写真が飾られていた。そのため天皇陛下の写真を販売する人々が各地を巡り、これらの写真を売り歩いていた。彼らは写真を手に入れることが難しい地方の住民にとって重要な役割を担っていた。僕の祖父の家族は戦時中田舎で暮らしていて、なかなか天皇陛下の写真を手に入れる機会がなかったという。ある日、村に天皇陛下の写真売りの人がやってきて、祖父の家族もついに写真を購入することができたそうだ。その写真を手にした時の祖父の家族の喜びようは今でも祖父の記憶に鮮明に残っているという。特に祖父の母がその写真を大切に飾り、毎日手を合わせていた姿が祖父の心に深く刻まれている。祖父はその写真を通じて家族が一致団結し、困難な時代を乗り越える力を得たと感じたそうだ。現代では天皇と聞くと身近に感じられない人も多いと思うが、こういった話を聞くと時代の移り変わりの面白さを再発見する気持ちになるのだ。新聞社伝書鳩係。この仕事は伝書鳩を用いて新聞社間で緊急のニュースや情報を伝達する役割を担っていた。特に通信技術が未発達だった時代において、伝書鳩は速やかで信頼性の高い情報伝達手段として重宝されていた。伝書鳩係の人々は鳩の管理や訓練、そして情報を伝えるための鳩の放送など様々な専門知識と技術を要する仕事であった。僕の親戚が若い頃、
新聞社で伝書鳩係として働いていたという話を家族から聞いた。親戚は鳩に特別な愛情を持ち、それぞれの鳩に名前を付け、まるで自分の子供のように大切にしていたそうだ。彼が最も誇りに思っていたのは風丸と名付けた1羽の鳩で、とても優秀だった。ある嵐の夜、緊急のニュースを隣町の新聞社に届ける必要があった時、他の鳩たちは強風で飛ぶことができなかった。しかし風丸だけは勇敢に飛び立ち、見事に任務を果たして帰ってきた。その夜は風丸と共に過ごし、帰ってきた後に温かく迎え入れたそうだ。武勇伝のような話なので本当かどうか怪しいところではあるが、動物と人が連携して仕事をする姿が愛おしく思えるのは僕だけではないだろう。おしやは坂の下で人力荷車が来るのを待ち構え、それらが坂を登るのを手伝う仕事である。この職業は特に物資輸送が人力や馬力に頼っていた時代に重要な役割を果たしており、重い荷物を運ぶ車が坂道をスムーズに登れるように力を貸すことが主な仕事内容だった。ある冬の日、こんなことがあったそうだ。その日は雪が降って坂道が滑りやすくなっていたため、人力荷車が坂を登るのが一段と困難となっていた。そんな中で一台の荷車が苦労して坂を登ろうとしているのを見つけ、他の押し屋たちと力を合わせてその車を押し上げた。その荷車を運転していたのは地元で商いをしているおじいさんで、冬支度のための重要な荷物を運んでいたそうだ。押し屋たちの助けによって無事に目的地に荷物を届けることができたおじいさんは深く感謝した。何でもないエピソードだが、単純な仕事であっても人と人のつながりがあればそれが尊い仕事になるのだと僕は思う。ヘビ取り師は薬に使えるヘビを捕獲し、それらを売ることで生計を立てる仕事だ。ヘビは古くから薬用とされ、その毒や体の一部が様々な病気の治療に用いられてきた。中でも全身が黒く金色の斑点があるという特徴を持つ幻のヘビは、その希少性からマムシの10倍の価値があるとされ、非常に高価で売買されていたという。こんな逸話がある日、男が深い山の中で全身が黒く金色の斑点を持つヘビを目撃した。それがまさに伝説のヘビだと直感した男は、その貴重なヘビを捕獲することを決意する。それから数日間、山中で幻のヘビの捕獲に挑み続けた。そしてついに巧みな罠と知識を駆使して捕らえることに成功した。彼はこのヘビを丁寧に扱い村に持ち帰った。村の人々は最初そのヘビを見て恐れを感じたが、そのヘビの希少性と価値を説明すると皆驚嘆した。男はそのヘビを薬用として売ることができ、その売り上げで村のために役立つ多くのことを行った。この出来事は村の伝説として語り継がれることとなったらしい。以上、今は亡き仕事を語ってきたがいかがだっただろうか。サンドイッチマンが街角で笑顔を振りまき、エレベーターガールが丁寧に階を案内し、ちんどん屋が街を騒がせる。これら全てがかけがえのない昭和の熱気を作る大切な要素だった。あなたの心にもこんな懐かしい情景があるのではないだろうか。この動画を見て何か思い出したらぜひコメントで共有してください。一緒にあの頃の思い出に浸りましょう。まだチャンネル登録されていない方はぜひこの機会にお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。